先日作ったセリアのカットクロスで作るシュシュ、これのコメント欄でヘアバンドもできそうですねというコメントをいただいたので作ってみました。こちらはまっすぐつないだだけのタイプで、こちらはねじりタイプです。作り方はほとんど一緒ですが、こちらのシンプルなタイプはシュシュと全く同じ作り方でゴムを通していないだけのものです。生地自体に伸縮性があるのでこのまま使えます。こちらのねじりタイプも生地をねじってから縫っているだけなので簡単です。こちらも中にはゴムを通していなくて生地だけで作っています。今回は 1,2,3,4,5 5つ分で作ってみます。生地を切るときは 45×12 センチにします。ゴムを入れるまでのシュシュと同じ作り方で作ります。中表に合わせて1センチの縫い代で縫います。今縫った縫い代を下にして内側は折ります。表同士が合うようにして3センチの返し口をつけて1周縫います。縫い始めはこの縫い代の横あたりから縫い始めます。今回はゴムを入れずにこの生地自体を伸ばすので、なるべく伸ばしながら縫います。引っ張って1センチぐらいの縫い代で縫います。縫い始めのところまで戻ってきたら3センチぐらい返し口を開けて返し縫いをします。縫い始めから3センチぐらい、返し口から表に引き出したら出来上がりです。返し口のところはこのままでもいいですし、引っ張った状態で少し縫い留めても良いです。今回はもうそのままにします。次にねじりタイプを作ってみます。1,2,3,4,5山、縦12センチで横は45センチです。まず最初にねじります。好みで良いですが、今回は1、2、3、4回ねじって表同士を合わせます。1センチの縫い代で縫います。ここが今縫ったところです。縫い代を下にしてねじれた部分を中に入れて縫い代を開いて合わせます。シュシュと同じようにこの縫い代の横から1周1センチの縫い代で縫います。返し口は3センチぐらい開けます。縫い代の少し横から返し縫いで縫い始めます。ここの横にボリュームが出るので少し横に引いて引っかからないように注意します。ねじれていても作り方は同じで引き出しながら縫っていきます。引っ張り出して合わせて少し引いて
横も少し引いて伸ばして縫います。ここに引っかかるのが少し嫌だなって思うので、マスキングテープを仮に貼っておいても良いです。あまり綺麗じゃないですが、引っかからないように貼っておいて縫い進めます。かぎ状になったところを隠すだけで引っかからないのでおすすめです。3センチぐらい開けて返し縫いをしておきます。返し口のところから表に返します。引き出してみるとねじれタイプのヘアバンドができています。